間です。本日なんですけども、お肉が飲みたいというわけで早速それでは作っていきましょうか。本日なんですけども、プルドポーク、結構有名なお料理なのでご存知の方もね多いと思いますけど、アメリカのバーベキュー料理といえばってやつですね。実際の作り方はアメリカ式のバーベキューのでっかいドーム型のガチャコーンのやつ、あれで豚のリブロースというか肩ロースというか背中の方のお肉のうちの頭側、その結構こう筋が入り組んでる系のお肉をじっくりゆっくり長時間加熱することで硬い部分を柔らかく食べようっていう、そういったお料理なんですけども、で僕が2回くらいアメリカにね行った時に感じたことは、このプルドポークバーベキューの時だけじゃなくて結構いろんなところでっていうか結構頻繁にみんな食べてるなっていう印象を受けました。プルドポークとあとパストラミ、こういったものをハンバーガーというよりかはこうサンドイッチにしてね、よく皆さん食べてるなっていう風に感じました。実際めちゃくちゃ美味しかった。でそんなプルドポークなんですけども、実際の作り方はさっき言った通りバーベキューで、ただ日本においてはこの日本式のこの網のバーベキューとかだとね、まあ難しいわけですよ。だからよく見るレシピはオーブンとかでねこうじっくりじっくりやっていくやり方なんですけど、実際オーブンに入るお肉って大体1キロぐらいがマックスぐらいになってくるじゃないですか、家庭用だと。だから一気にいっぱい作れない、そして後片付け大変ということで、今回はお鍋で作ってまいります。一気にいっぱい、そして楽に作れますんでね。ですんでプルドポークというよりかはちょっとこうタコスに入れるカルニタスっていうラードで豚の塊肉を揚げて煮込んでみたいな、でボロボロにしてみたいな、そういうカルニタスっていうお料理とプルドポークの中間みたいな、そんなお料理になるかと思います。なんていうかプルドポーク味のカルニタスみたいな。実際これ試作で作ってみて、これは谷崎オリジナルのいいものが出来上がったぞと思ったら、後々ネットで調べるとお鍋で作るプルドポークいっぱいレシピがあって肩透かしくらいました。もうあるんかいってね。ですんでネットで調べてもらえればもっともっといっぱいいろんなレシピあると思いますんで、1個のご参考までにぐらいで考えていただければと思います。そんならば本日も張り切って参りましょい。それでは本日のプルドポークもどきに使ってまいりますスパイス群たちをせーの。こちらからお塩、ブラウンシュガー、パプリカパウダー、ガーリックパウダー、カイエンペッパー、ナツメグパウダー、白胡椒で、今回の分量が今回用意しているお肉 2.5kg につき、こちらから 20g、40g、20g、20g、5g、5g、5g で、今こちらブラウンシュガーっていうふうにお伝えしたんですけど、一応こと日本においてはこの茶色いお砂糖を全部まとめてブラウンシュガーっていう感じでざっくりとしてるんですけど、だから多分ザラメとか三温糖とか黒糖とか、これきび砂糖なんですけど、こういったきび砂糖とかこういったものを全部まとめてブラウンシュガーって言っちゃうのが日本。ただ海外的にはお砂糖のこうジャンル分けのうち、サトウキビとかこういったお砂糖の原料の持っている糖蜜、ここが残ってますよっていうのが含蜜糖なんですけど、この含蜜糖と逆にこの糖蜜、もう生成してますよ、ありませんよっていうのが分蜜糖で分けられて、一応含蜜糖の方がブラウンシュガーらしいです。だから日本のお砂糖でいうと黒糖とかきび砂糖とかこういったものが含蜜糖に含まれて、三温糖とかは一応糖蜜部分抜いてるんですけど、生成過程で茶色くなってるだけで一応糖蜜はないんで、あれは分蜜糖らしいです。ただまあ特にこだわらんでいいと思います。多分上白糖とかグラニュー糖とかすごくすっきりとしたお砂糖よりも、正直この茶色いお砂糖を使っていればもう何でもいいかなって思います。ザラメはちょっとこの後の作業で使いにくいんで、ザラメ以外のねものであれば。で、辛いのがお好きな方はこのカイエンペッパーとかチリパウダーとかもっと増やしていいと思います。そしたらこちらをあと全部混ぜ合わせるだけ。で、今加えたもののうちこのパプリカパウダーだけどうしてもこうちょっと塊のダマっぽいのがねできやすいので、このパプリカパウダーのダマをちょっとこうほぐすぐらいの感覚でもう軽く混ぜ合わせるだけ。多分これはもう手が早いと思います。もしくはちっちゃなホイッパーとかで。で、ここからの作業、僕今素手でやりましたけど、例えばネイルをされてる方とか手の皮とか爪とか汚したくないよとかやったらゴム手袋されてくださいね。結構染まるので。ここまでご用意できましたら、今回の主役となりますお肉たちの登場です。はい、リブロース。
やっぱ僕らがよく食べる生姜焼きとかで使われるロース肉とかと比べると、こういう風にね、筋がバチッと入ってるのがね、この肩ロースというかリブロースって感じですけども、なんというかお肉が硬いというよりかは、この筋がね、どうしても歯に当たるというか、とはいえ今この養豚技術なんかももう常に限界突破グレン・ラガンという感じでね、技術がすごいので、この肩ロースというかリブロースの部分もね、柔らかくて美味しいんですけども、昔はもっともっと硬かったんでしょうね。知らんけど。ちなみに今回は2.5kg というふうにお伝えしたんですけど、ここには 4.5kg 分ぐらいあります。僕はちょっと足りないので、だからスパイスもねここに2つあったりするんですけども、僕は幸いうちの近所のスーパー2店舗ともこのリブロースのブロックをね売ってたのですぐに購入できたんですけど、もしかしたらこのリブロースのブロック近所のスーパーには売ってないわって方も結構いらっしゃると思います。そういう時 Amazon とか楽天市場とか通販で買ってもらうもよし、もう最悪豚バラブロック、一応これでも作れんことはなかったです。これはどちらかというと頭寄りの脂肪ががっつり乗ってるタイプの部位なんですけど、ここじゃなくてもっとお尻側の赤みが強い部分、そちらを使ってもらってもできます。ただやっぱね、お肉の味の濃さがこっちの肩ロース、リブロース、こっちの方がやっぱ味濃いなって感じたんですよね。バラ肉だと油の甘さとかはすごい感じるんですけど、お肉の味がちょっと弱いなって感じました。まあ個体差にもよるんでしょうけども。で、あと仕上がりがこれ最後こうブロッと引き裂くんですけど、引き裂いた時にここにこう繊維が見えてるように、リブロースだとこのくらいの繊維の塊が残るんです最後。ただ豚のバラブロックで作ると結構ね、一個一個のほぐれる繊維が短かったりするんですよね。だから見た目的にもちょっと変わるかなとは思います。でもできんことはないです。はい、それではお肉の下ごしらえと参ります。ではまず最初に、今回グリルする形で作るんではなくて煮て作るので、この脂身の部分、ここがあまりにも多いと最終的にこうべちゃべちゃっとした水分の多い仕上がりになっちゃうんですよね。ですので今回の作り方の場合、この多すぎる脂、ここは外しちゃっていいと思います。もうめちゃくちゃ丁寧に取る必要はないと思いますけども、軽くもうこのくらいは残したまんまで。そしたらこの3本ちょっとでかすぎるので、他と煮込み時間を合わせるために半分で。で、こちらに見えている油のラード部分、ラードを作られる方はこちらを使ってもらってもいいでしょうし、今回はこのお肉後ほど焼いていくんですけど、その時にこの油を使っていきます。ではこちらのお肉に今回のスパイス、こちらをまぶしてまいりましょう。で、こちらをねフォークでブス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 と刺すとね、多分中まで味入りやすいんでしょうけど、まあどうせ今回煮込むので、で最後に濃厚なタレをかけますので、そこまで味染み込ませんでいいかなということで、はい、お肉をドンで、これフリフリ、もうこれが楽。そしたらバットにドン。結局お肉 2.5kg というか 3kg 超えましたね。で、こちらが一応別鍋で煮込むようなんですけど、今回結構スパイスいっぱい用意しているので、お肉にまぶすだけだと結構余ると思います。ただ後ほどこちらも使っていきますので、できれば捨てずにね残しておいてください。で、これお肉の中心までお塩を浸透させたいわっていう方は、もうこのまんまもうラップもかけず冷蔵庫の中で一晩とか12時間とか置いておくと、ドライブラインって言ってお肉の中心までね味は入っていくんですけど、これをなんかローストするとかグリルするってなったらその作り方がいいかなと思うんですけど、まあ今回煮るので、そしてもうお腹空いたので、もう今日はこのまんま使っていきます。ではこの後こちらを焼き付けていく前に、それでは今回一緒に煮込んでいく香味野菜たちがこちら。こちらから人参、玉ねぎ、セロリ、ニンニクで、今回の分量がこちらから1本だったりするんですけど、これとか普通の人参の2倍サイズぐらいあったりするので、人参も玉ねぎも中サイズで表すと、こちらから2本2玉
1本15かけ。はい、そうです。僕はバカなのでニンニクめっちゃ入れます。しかもこちら福地ホワイト6片なのでめっちゃでかいです。でかいの15かけです。はい、バカです。ただね、こんだけニンニクを加えるとうまいっすよ。さすがにこんなにニンニク取りたくないわって方は玉ねぎに幾分か置き換えてくださいね。ただ最終的にこちら全部ブレンダーでブイーンとやってピューレ状にして最後ソースになりますんで、ある程度お野菜が多くないととろっとするまで煮詰めるっていう作業をした時にこのピューレが少ないとしょっぱくなるかもしれないです。ですのでお野菜気持ち多めくらいが最終的にお塩とかね加えて調整しやすいかなと思います。そしたらまず人参、こちらもう皮も何も剥かなくていいのでどんぐらいだろう、2ミリくらい、そのくらいの薄切りでちょっと1箇所削ってあげると固定されやすいので手切らんことになると思います。で一応この後100分とか120分とか煮るので、そんなに5ミリとか分厚くなければまあ大丈夫かなとは思いますけど、めちゃくちゃ分厚くならない程度にスライスしていただければいいかなと思います。続いて玉ねぎ、こちらは半分のもう適当にくし切り。でセロリの葉っぱ、今回ここはちょっと香り強すぎるので今回こちらはバイバイ。でこちらの茎をザク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 。こちらも100分120分煮るのでそんなに薄くせんでもいいですけど、まあ2ミリ3ミリぐらい最終的にクッターッとなってくれれば OK です。で最後ヌンヌク、こちらいつも通り根っこに刃を入れてベリちょぴっとだけ皮むいて、あとはこちら包丁を使って手は切らないようにペキャッと潰してあげるともう勝手に皮がむけるので、この状態で今日は使っていこうと思います。もう硬いなと思ったらもう無理に割らずに切るだけ。無理にやっちゃうとね手切るかもしれないので。そうしましたらどこのご家庭よりもあるでっかいお鍋をご用意いただきまして、まず油部分ここっぽいコールドスタートで火をつけて、まずは油をじっくりじっくりエキストラクト。では使いたい分だけ油が出ましたらこちらは一度回収。こちらはねまだまだ油出せますんで何か別のお料理に使ってください。それではお肉ゴー。はい、全ての面を焼き付けて、こちらブラウンシュガーもたっぷり入ってるので焦げやすいのでご注意くださいね。はい、焼けたら取り出して、では焼き付けが終わりましたのでこちらのお鍋そのまんま、はい、今回のお野菜投入で、今回余ったスパイスも一緒にで火にかけまして、今回のスパイスお塩もいっぱい入ってますんで勝手にねこれでお野菜もすぐ汗かいてきますんでね。全体的に合わさって豚肉の脂もまとってしんなりさせる必要はないと思いますけど、あんまりやりすぎるとスパイス焦げちゃうので、ある程度合わさったら今回の豚肉を戻し入れて、これできるだけギッチギチの方が茹でてる時にボロボロにならなくていいですよ。そしたらここに加えていきますのがビールコーラ 100% オレンジジュースで、今回の分量がこちらから500、500、200で、僕こういうお肉とかを煮込む時にビールとかコーラとかで煮込むのあんまり好きじゃなかったりするんですよね。理由としてはなんとなく。ただこれに関してこれを使わずにお水で煮込んでみたりもしたんですけど、ですねやっぱビールの苦味と
このコーラのスパイス、これ奥行きに結構影響してくるんですよね。味のベースはもうすでに入っているスパイス、これが味のベースになるので、めちゃくちゃ大きく変わるってことはないんですけど、でも奥行きの広がり、味わいの奥行き、これがねストンとねないんです、水でやると。だからこのビールで煮込んだりとかコーラで煮込んだりする料理って理にかなってんだなって感じました。でこちらそれぞれ加えてまいりましょう。でこちらこれだけの水量を加えても全然豚肉はね水面から顔を出してるんですけど、この後蓋をするのでどっちみちこのお鍋の中は100度になるので、まあそんなに気にしなくていいかなと思います。水入れすぎるとこの後煮詰める作業すごく時間かかっちゃうので、まあ時短ということで、あと1時間煮込んだらまたこう裏返しますんでね、そんなに気にしなくて大丈夫です。でこちら煮立ってくるとすぐ蓋を閉めたくなるんですけど、それやっちゃうと豚肉の持ってる臭みっていうのがこの中に残っちゃうので、最初は蓋を開けっぱでちょっと豚肉の臭みを飛ばす感覚で10分15分くらい、このビールの持っているアルコール、これが臭みを飛ばしてくれると思うので、ある程度経ってから蓋を閉めましょう。というか久々にクラシック買ったわ。どうも皆さんお疲れ様です。アルコールを感じる。もうね普段全く飲まないので、こういう時に飲むとね、アルコールって感じますね。でも相変わらず柔らかくて飲みやすいですね、クラシックはね。やっぱ僕の一番好きなビールだ。そしたら沸騰してからだいたい15分ほど経ちましたので、はい、蓋をして、これ火加減バッカバカしてもしゃあないので、あんまり強すぎるとこのボコ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 っていうこの動きで豚肉がボロボロっと崩れちゃうのも嫌なので、ファッサーじゃなくてポコ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 くらいの、このくらいの湯加減で、だいたいこういうお肉チャーシューとかを煮てると分かるんですけど、だいたいこのくらいのサイズ感のチャーシューであれば90分から100分くらい、でっかい版のやつであれば120分くらいやるとトロットロになるので、今回ので言うとだいたい100分から120分、多分100分でいけるかな。そのくらいちょっと煮込んでまいります。というわけで100分経過、どんな感じか見ていきましょうか。まずこのニンニクなんかももうくったくたの柔らかくなってますね。あとはお肉も箸がスーッと入るくらいには柔らかくなっております。もういいでしょう。でこの時ちょっとお肉がまだ箸が通らないくらい硬いなという場合は20分とか30分時間を調整してもらえたらいいと思います。ちなみにこちらは煮込み始めて60分の段階で一度裏返してありますんでね、それは一度お肉は取り出して、あとは触れるくらいまで冷めてくれればこちらをプルとしていくだけですね。で一応このプルドポーク用のなんかねウルヴァリンのなんか鍵爪みたいなやつがあって、こう避ける用のなんかでかいフォークがあるんですけど、全然この普通のフォークで大丈夫ですんでね、これでファーっとやってあげれば簡単にほぐれるので。あーやば、美味しそう。であらかたフォークでぐさぐさにこう引き裂けましたら、あとはちょっと大きな残った塊を手でそしたらあらかたほぐせましたら、もう今表面積大きくなってどん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 水分が飛んでいくので、今回のこちらの煮汁、こちらをビシャビシャにならない程度にちょっと回しかけて、これでちょっと水分の補填、もう明らかにどんどん水分を吸っていきますもんね。あとお玉2杯分ぐらい加えても大丈夫そうですね。よし、これでかなりモイスティーな感じに仕上がりましたね。これすごいのがですね、この辺あたりをこう持ち上げるじゃないですか。これギューッとやるとでこんな感じで肉汁だったりスープがボタボタ落ちてくるんですね。なんでしょう、0点の表現をするとめちゃくちゃ美味しい雑巾みたいになります。この作り方ならではって感じですね。それでは
ラップをかけてもこう曇ってこないくらいにはもう熱も冷めましたので、この段階で一度保管しておきましょう。そしたらこちらの湯がいた後のお野菜たち、こちらちょっとざるにあげまして、あとはひたすらこのお野菜たちに文明を与えてまいりましょう。そしたらここに先ほどこしたこの煮汁、これも戻しまして、ここに加えていきますのがこちらからケチャップと中濃ソース。一応中濃ソースなんですけど、僕はこのとんかつソースを加えてます。で、とんかつソースじゃなくても、例えば焼きそばソースとかお好み焼きソースとかそういったもので全然代用可能です。焼きそばソースやともうちょっとこうスパイシーにピリッとくるかなっていう感じはしますけど、それはこちらを加えまして、で火にかけてこちらを煮詰めていくだけですね。濃度的には本当お好みでだと思うんですけど、僕的にはこういった木べらとかゴムべらとかでそこをキュッと変えた時に鍋底が見えるくらい、この量だとどんぐらいかな。まあ結構煮詰めることになると思いますけど、気長に待ちましょう。洗い物でもしながら、というわけで完成。仕上がりの水分量的にはこんな感じですね。で、こちら今もう詰めてから冷ましてるんで、これだけもたっとしてるんですけど、これ温めるともう少し流動性が出てサラッとします。で、なおかつこちら詰めていくと、カレーライスみたいにこう、ピチ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 こう、ペン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 周り跳ねますんで、ピチピチピチっとなり始めたらもういいのかなと思います。この辺大惨事になりますんでね。で、こちら今回用意したスパイスを全部加えていただければ、おそらく塩分量的にもちょうどいい感じになると思うんですけど、もしちょっと塩分足りないなという場合はお塩を加えてください。で、今回はそんなに重たくせんでいいかなと思ってこのまんまなんですけど、お好みの場合はあったかいうちに無塩バター加えてちょっとラグジュアリーにしてもいいかなと思います。ではここまでで、お肉とソース、こちらは完成いたしましたので、ここからは付け合わせとかトッピングとかの仕込みに参ります。で、今回の食べ方なんですけど、本場のプルドポークだとそれこそサンドイッチに挟んだりとか、あとバンズでね挟んだりっていうのが多分メジャーかなと思うんですけど、今回はこちらのトルティーヤで挟む食べ方が一つ。ちょっとごっちゃになりやすいですけど、タコスっていうのがこのもうちょっとちっちゃいトルティーヤで2つ折りにしたのがタコスで、今回作るのはタコスじゃなくてちょっと大きい版なので、こちらをこう包んで、この手巻き寿司スタイルにしたブリトーですね。今回のはアメリカ発音的にはブリトーじゃなくてブリートーですけど、今回はそちらのブリートーで参ります。で、もう一つの食べ方がやっぱりね、お米が食べたいということで、もう一種類はチキンオーバーライス、それのプルドポーク版です。結構もう日本でもチキンオーバーライスってね、結構出前だったりとか、いろんな屋台とか普通にお店なんかでもいただけると思うんですけど、ニューヨークに行くとイメージ的にあれ、ビジネス街とかでちっちゃな屋台が出るじゃないですか、お昼ご飯時に。それこそお弁当屋さんとかがね、結構ずらっと並ぶと思うんですけど、ああいう感じで普通の道端にこのチキンオーバーライスの屋台がトン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 と並ぶんですよね。で、そこで皆さんこのなんていうの、パックに入ったチキンオーバーライスを頼むっていう。僕がいただいたのはもう7年8年ぐらい前ですけど、めっちゃ美味しかったんですよね。で、本来のチキンオーバーライスはタンドリーチキンみたいにヨーグルトベースにスパイスなんかが入ったそのマリネ液で鶏肉を味付けして、でそれをグリルして、でサフランライスもしくはターメリックライスの上に乗っけてっていう、そういったご飯なんですけど、今回はそのチキンの代わりにプルドポーク、そんな感じで参ります。言うなればプルドポークオーバーライス。では付け合わせの準備に参ります。じゃあまず赤玉ねぎ、じゃあ今回は繊維に従って千切り。
らお水の中へ。じゃあこちらを軽く揉んで、で一度お水を変えて、このまま15分ほど水にさらしてからみ抜き。じゃあしっかりと水を切った後に、ちょっとうちにはブンブンチョッパーがないので、はい、カサカサシェイカー。これで余分な水分しっかりとって、はい、これで OK。 じゃあお次がレタス。もうレタス1玉98円っていうこのバグみたいな値段設定好き。そしたら今日も京都で僕はギチギチを選ぶので、さあ抜けるかな。はい、全然抜けない。ふわふわなレタスがお好きな方はね、軽いレタスを選んでくださいね。僕はギチギチ派なので。せーの。そしたら今日は半分の、はい、半分の、これでちょっと細めの切り方でいこうかな。こちらも当然冷水でささっと。こういったレタスとか葉物はね、50度ぐらいのちょっと厚めのお湯でさっとやってあげるとね、もっとパリッシャキッとするんですけど、ちょっとめんどくさいので水洗いも兼ねてささっと。じゃあこちらも同じくしっかり水気切って、はい、カサカサシェイカーを終わらせて。今回なかなかレタスがギチギチだったので2玉もいらんかったですね。1玉で十分。じゃあ彩りのパプリカ。全部8分の1分割いたしまして、で今回は彩りに使いますのでちょっともったいないですけど、この中身をえぐって、でこちらを千切り。あとはさっと水にさらして、はい、パリッとさせれば OK。 でさっき外したこの中心部分、ここも全然美味しくいただけるので、適当にザクザクザクと刻んだら、今回のレタスの中にポイ。ではもうほぼほぼラスト。ちょっとあると嬉しいアボカド。じゃあここにレモン、はい、変色防止のためにこちらを絞って、でしっかりと全体をさらして、はい、これで OK。 じゃあラスト、もう動画にするほどでもないですけど、ライム。はい、全部8分の1カット。バーテンダーさんがねよく使うサイズ感ですね。はい、これにて準備終了。それでは今回のサフランライスですね。千枚したお米に、はい、サフラン水、
でサフランほんのちょっとの量でこれだけの色味と香りが出るので、今入ってる量 1g とかそんなんじゃなくて、もう 0.5g とか多分もっと少ない量でちょっとお伝えしづらいんですけど、とりあえず一旦色を確認しやすいボウルの中にお水加えてサフラン加えて、お好みの色具合その辺になるまでちょっと色を出してみるのがいいかなと思います。で僕ずっと素手でやってますけど、サフランってね手につくとマジで色素定着するので、ゴム手袋されることをおすすめします。マジで取れないので、特に爪なんかにつくとね、みかん食べた後の爪みたいになりますよ。で今回もうちょっと加えようかな。で今回は僕の大好きな麦入りにしようと思ってるので、はい、規定量を加えてこのまま30分ほどちょっと浸水。よし、では30分経ちましたので、ここに軽くお塩、今回5合なので一応4つまみくらい加えました。じゃああとは全体軽く混ぜて、はい、ここに有塩バター、これで何グラムだろう、 40g から 50g ぐらい、とりあえずお好みで量を加えて、はい、こちらを通常炊飯。ではこのご飯待ちの間に最後のお仕事、チキンオーバーライスのヨーグルトソース。やっぱオーバーライスはね、上にかかっている白いヨーグルトソースがないとね始まらないので、こちらパパッと作ってまいります。それでは本日ソースに使っていきます材料たちをせーの。こちらから無糖ヨーグルト、サワークリーム、粉チーズ、白ワインビネガー、マスタード、ニンニク、塩、ホワイトペッパーで、今回の分量がこちらから 400g、200g、30g、50g、10g 第2かけ、適量適量で、何分今回初めて作るもんですから、実際こちら全部合わせてみて、特にこのサワークリーム結構重たいので、全体的に結構ドロッと重たい感じになっちゃったら牛乳で伸ばそうかなと思います。よし、ならばはい、何もかんもぶち込んで、で一応今回はソースなので塩分的にはしっかりと効かせたい。さあどうでしょうか。いや、まだいっていいな。なんだかんだ結構お塩は加えましたね。それに比べてホワイトペッパーは結構ちょぴっとです。いいんじゃないかな。ヨーグルトと白ワインビネガーのおかげで結構キュッとするようなソース。でも僕本場で食べた時なんかもうちょっと甘いような気がしたようなないような、お好みでお砂糖を加えてもう少し甘みを足しても美味しそう。とはいえ今回のこちらのソースが結構甘いので、お野菜もねふんだんに入ってるので、なので甘いのと酸いのでちょっとバランスはいいのかなって思ったりはするかな。でもこれにてヨーグルトソース完成。ちなみに今回の加えたもので言うと、めちゃくちゃ簡単に作るんであれば粉チーズとか白ワインビネガーとか、あそこら辺って全部シーザーサラダドレッシング、あそこに全部入ってるので、ヨーグルトにシーザーサラダドレッシングを加えてガチャガチャガチャってやればこんな感じになります。ではちょうどご飯も炊き上がりましたので、よいしょ。はい、これでプルドポークもどきセットの出来上がりです。では実食編へ GO！ というわけで無事に完成しました。飲み物で、これで完成と思わせて多分打足にはならないと思うんですけども、ここで登場コンテチーズ、フランスの国民的チーズですね。じゃあこちらを思いの丈を乗せて削りまして、これで完成。もうめっちゃいい香りする。こ
これ絶対美味しい。はい、ならばいただきます。じゃあまずこっちのプルドポークオーバーライスもいいですけど、ブリートーからいっちゃおうかな。で、今回ご飯がそこそこな量あるので、ブリートーはですね、1、2枚ぐらいでいいかなと思ってます。本来はね、こちらぬくめ直すべきなんでしょうけども、めんどくさいので、はい、レタス、赤玉、で、アボカド。ここに今回のプルドポークソースべっちょり。あとはこれ巻くんですけど、これ巻き方これで合ってんのかな。まず下、で、両サイド。なんかブリトーって巻き方これのイメージ。はい、いただきます。はい、バカほどうめえ。これは飲み物です。やっぱうまっ。あ、これすんごいぞ。これマジでね、皆さんは危ないので真似はしないでくださいね。僕は特殊な訓練を受けてるので飲めます。しかもパワープレイでごっくんって飲み込んでるんじゃなくて、普通に飲める。普通だったらね、オーブンとかを使って多分表面カリッともするんで、もうちょっと肉の表面部分歯応えもしっかりと出ると思うんですけど、今回お鍋で煮てるのでマジでね、トゥルントゥルン、もう感覚レバーのパテみたいな超絶トゥルトゥル。もう飲み物具合で言ったら、この完熟熟熟のアボカド、この柔らかさと同じくらい、なんならアボカドの方が食感があるくらい。これは卑怯だ。で、残りのこのプルドポークもどき、実際冷蔵庫の中にバット1個丸々残ってるんですけど、今こっちの食卓に持ってきたのが残りこれだけなんですよね。なのでプルドポークだけ飲んじゃって、こっちは今夜の夜食のサラダにします。それでは今回のメインディッシュドーン。てかあれ忘れた。パセリ細かく刻んでこうファーっと振りかけようと思ったんですけど忘れました。多分すごくパセリの香り合うと思うので、もしご参考にされる際はぜひ。じゃあまずコンテ。2026年初コンテ。このシャリッシャリッとするこの旨味の結晶、アミノ酸の結晶のチロシンがね豊富に含まれてて、酸味も渋みもあって、なんていうかエメンタールチーズとかゴーダチーズとか、あとレッドチェダーとか、ああいった感じのすごくおしとやかでコクは出すけどそんなに自己主張しませんよっていう感じのチーズと比べると、ちゃんと自己主張するタイプのチーズ、めちゃくちゃ美味しい。相変わらず好きだ。トマト本日も異常なし。それではいただきます。この辺の良さげなところ、超うめえ。相変わらず飲める。そしてサフランの香りがいい。すごくフローラル。で、今回見栄え的にも栄養バランス的にもレタス散りばめてみたんですけど、いらなかったかも。せっかく飲めるほどもうジューシーでね柔らかいプルドポークなのに、レタスが園芸を邪魔しますね。いや、よく噛んで食べるっていう意味ではあった方がいいのかもしれないですけど、せっかくの飲み物ですんでね、レタスいらなかったかも。で、この辺にライムをピューッと絞って、うまい。じゃあちょっとお腹ペッコペコなので、はい、食ボッツ。
じゃあここいらでこれいきましょうか。はい、ヨーグルトソース。はい、これにて完成形ですね。で、今回マスタードを加えてる関係で、ちょっとね、黄身がかってるんですけど、僕が以前現地で食べたのはもっと真っ白だった気がするんですよね。で、このヨーグルトソースも、ヨーグルト、レモン果汁、お塩っていうすっごくシンプルなものもあれば、ヨーグルトにマヨネーズ、塩コショウとかいろんな作り方があって、どれが一番いいとかっていうのは一概には言えないですけど、皆さん好みのヨーグルトソースを選んでくださいね。僕のやつは粉チーズだったりとかサワークリームが入ってるので、結構チーズの香りもドンとくるし、濃厚だし、ちょっとヘビーめのヨーグルトソースです。一気にオーバーライスになった。そう、これなんだよね。で、実際にはここにさらにホットソースがね、かかってたりするんですけど、僕あんまり辛いもの得意じゃないので、このホワイトソースだけでいいや。もうバカうま。ビールとの相性は微妙。言うてもご飯なんでね。やっぱビールと合わせるならこっちのトルティーヤですね。まあいいや。皆さんどうしましょう。味の感想とかももう全部皆さんにお伝えし終わって話すことがない。ということで、もうラストスパート入っちゃおうかな。たまにはね、コンパクトな動画もいいですよね。てなわけで、じゃあラストスパート。じゃあラスト。ございました。いやー、うまかったね。正直に言います。今回のオーバーライスとブリトー、どっちが美味しかったかと言われたら、ブリトー。オーバーライスもね、美味しかったですけど、プルドポークが飲めるほど柔らかくてジューシーでっていうのを感じられるのはブリトーの方やったかな。あと、純粋に、スパイスの香りとかが、小麦粉の香り、あっちの方が合うような気がしました。あくまでも個人的に。で、今回は、お鍋を使ってより簡単にね、作れるプルドポークっぽいものだったんですけど、作り方はすごく簡単です。ただ、パプリカパウダー、あれがですね、思ったよりも結構消費します。普通に1瓶買ってくればね、全然事足りるんですけど、自分家の、スパイス置き場にパプリカパウダーちょこっと残ってるからそれでできるかなっていう場合は多分足りないかもしれません。結構いっぱい入れるのでね。ですのでそこだけご注意くださいっていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。